はい、こんばんは、はるけです。今回はコスパ最高ベスト11になります。個人的にコスパがいい選手たちを紹介するものになってます。で、今回はベスト11という風なことにはなるので、安くて強い、11名を選びました。じゃそれでは、早速紹介をしていきます。まずはトロフィータイタンアイコンのラームですね。ラーム。ジュニアの方です。92の、V マークがついてる方にはなるんですけど、値段的にラーム8万7000で、買うことができます。この人に関してはね、単純なサイドバックっていうよりかは、非常にボールが持ちやすい、選手。結構ね、サイドバックの守備力っていうのはあんまりないです。動かしやすいなとか、ほんとジョッキとかが速いなっていうのは、あるんですけど、どうしてもやっぱ球際だったりとかは、結構負けてしまいます。思った以上に負けます。思った以上に球際の強さだったりとか、フィジカルの強さ、グッといってくれるっていう風な、選手ではないので、ほんとサイドバックとして、上がらせるというか、ボールを持つっていう風な、人にはめちゃくちゃおすすめではあるんですけど、結構守備を、重点置いてるっていう人はちょっと合わないかもしれないですね。でもその中で、8万7000円っていうのは個人的に、安いなという風にも感じたので、紹介をしました。ペースも普通に速くて、全然いいです。一番は多分ウイングバックとかで使うとかなり良さ生きる。ウイングバックとか CM とかで使うと一番良さは生きるのかなという風に感じました。で、そして次はトロフィータイタンヒーロー、ドノバンですね。ドノバン。ドノバン値段的に3万8000で、買うことができます。めちゃくちゃ安いと思います。スキル逆足どちらも4。ここは妥協点、ではありますけど、普通にペースが速くて、決定力も高くて、ある程度パスも出せて、ドリブルに関しては、めっちゃ軽いっていうわけではないんですけど、ある程度全然扱えるっていう風な選手にはなります。フィジカルは、あんまり強くなくて、理不尽さっていうのは全くない。臭さもあんまりないかな、っていう風なぐらいなんで、この安さも納得ではあるんですけど、それでも安すぎるかなっていう風に思います。全然5万、6万あってもおかしくはないかなっていう風に感じるので、特に初心者の方だったりとか、ほんとケミがね、この人で救うっていう風な選手はなかなかいないとは思うんですけど、本当に誰でもいいっていう風な ST でコインがあまりなくてっていう人は、どの番普通にいいんじゃないかなっていう風には、思います。3万8000円。普通に安いですね。で、そして次はフットバースデーミュラーです。ミュラー、トーマス・ミュラーですね。ミュラーに関しては6万7000で、買うことができます。中盤の選手としてハイハイっていうのは素晴らしいですし、バースデーでスキルが5に変更をされた選手ですね。やはりリアクションだったり、冷静さの高さっていうのは、さすがの、ものがありますし、なかなかね、この人に関してはね、強さっていうのが、明確な強さ、ゲーム内でのめっちゃ強さっていうのはあんまりないんですけど、なんていうんですかね、臭いゴールというか、よくそこにいてくれたなとか、全部ミュラーの方転がってくるなとか、そういう風な、ちょっと不思議な、強さっていうのはあるので、派手ではないんですけど、全然、役に立ってくれるような、選手にはなるのかなっていう風に思いますね。普通にこのクオリティの CM、中盤の選手が6万7000は、安いかなっていう風には思います。守備も全然できますし、2CM はちょっと怖いかなっていう風に自分は思うんですけど、3CM の一角だったら普通に強くて、決定力も高くっていう風な選手にはなりますし、ある程度、活躍はしてくれるかなっていう風には感じます。ブンデスの中だったら、本当に結構安くて強い CM にはなるのかなっていう風には感じるので、おすすめですね。で、そして次は TOTW、アクーニャですね。アクーニャ。アクーニャ値段的には5万4000で、買うことできます。今週の TOTW に選ばれている選手ですね。めちゃくちゃ安いです。能力見てみるとわかると思うんですけど、全部80を超えてる。総合的に80超えてるっていう風なところで、非常に素晴らしくてですね、この選手が5万台で買えるっていうのは、めちゃくちゃ破格で、ドリブルも軽いですし、
パスもうまいっていう風な、ことで、ペースも、普通にあるので、守備的な CM、ボランチの選手としてが一番いいのかなっていう風に思いますね。フィジカルだったりとか、あと身長面がちょっと低いので、この人もどうしてもそうですね、球際の強さっていうのはあんまりないです。ですけど、ラームよりはあるかなっていう風に、思いますね。それでもサイドバックとしての強さ、守備の対峙の強さみたいなのはあんまりはないので、やっぱ CM 起用だったりとか、ボランチとか、っていう風なところが一番この人の、悪さが目立たなくて良さが生きる、っていう風なポジションにはなるのかなっていう風に、感じます。33っていうのがね、少し残念ではあるんですけど、このクオリティで、54,000めちゃくちゃ安いんじゃないかなっていう風に、自分は思います。で、そして、次は RTTF フェラントーレスですね。フェラントーレス。フェランに関しては値段48,000で、買うことができます。何回か紹介をしているような選手ではあるんですけど、身長180センチを超えている、選手なんですけど、ボディタイプリーンっていう風なことで、ある程度軽さっていうのは自分は感じました。普通に持ちやすいなっていう風に思いましたし、理不尽さこそはないんですけど、全然このレベルで、戦える、今のレベルでも戦えるような選手、アタッカーにはなりますし、サイドで使ってもいいと思いますし、スキルだったり逆足、5はないんですけど、ST でも全然自分はいいかなっていう風に、感じました。本当無難に結構いろんなことができるなっていう風なところで、突出したものっていうのはね、あんまりなかったかなっていう風には、思うんですけど、値段から、見ても、めちゃくちゃ強いかなっていう風に、コスパめっちゃいいなっていう風に、自分は思いましたね。なんで、今でも十分おすすめの選手で、やっぱりね、RTTF だったので、アップグレードされてればもっと強くなってたのかなっていう風には感じるんですけど、普通におすすめの選手かなという風に感じます。で、そして次はフットバースでエルシャーラウィですね。エルシャーラウィ。エルシャーラビーに関しては、値段的に49,000で買うことできます。前回も紹介をした選手かなというふうには思うんですけど、スキルが5で非常にドリブルが持ちやすいような選手にはなってます。で、さらにパスですね。パスに関してもある程度出せるので、サイドからの横パスだったりとかも、通してくれるような選手にはなります。で、あとはペースも速いので、そのスピードだけで置いていけるっていう風な、ことも、できてしまう、そういう風な選手にはなりますね。で、フィジカルに関しては、そんなには強さは、ないんですけど、ある程度身長もあるので、それなりに負ける時もあるけど、たまに勝つ時もあるっていう風な選手にはなります。逆足さんだったり、あとはシュートの部分とか、逆足で打った時とかっていうのはちょっと入りにくいような、選手にはなるので、やっぱ一番の最適はサイド。サイドで突破をするっていう風な、ところが、一番この人合うのかなっていう風に、感じます。この人もね、めちゃくちゃ安いです。5万弱の選手とは思えない、ぐらい、本当にコスパはいい、選手にはなるかなという風に感じます。結構ね、ドリブル好きの人は、結構おすすめかなという風に感じます。で、そして次は、トロフィータイタンアイコンのエッシェンですね。エッシェン。エッシェン値段的に30万で、買うことできます。少し高いかもしれないんですけど、自分はめちゃくちゃおすすめの選手ですね。逆足4っていうのは非常に素晴らしいですし、ハイハイっていうのも非常にいいです。パスに関しては、若干視野が低いので、取った後の特にスルーパスですかね。一戦みたいなのはないですし、そうですね、取った後のスルーパスっていうのは少し気をつけないといけない。ショートパスに関しては結構上手いので、取った後の横パスとかは、通してはくれるんですけど、スペース前に空いてるなっていうようなところで、ちょっと、スルーパス出してしまうと、結構相手に取られてしまったりとかは、してました。で、ドリブルに関しては若干重たさはあるかな。敏捷性がないので、ちょっと逆向きたい時とかは、めっちゃスムーズにっていう風な感じではなかったので、ドリブルに関してもちょっと、そうですね、もうちょっと軽い方がいいのかなっていう風に思いました。ですけど、守備面、本当に良かったですね。本当にエッシェンに助けられた試合っていうのは何回もありましたし、さすがアイコンっていうか、さすがエッシェン。
みたいな、守備力は本当にあったので、個人的にはね、総合的に見ても、ロイ・キンより自分はいいな、強いなっていう風に感じたので、そういう風な選手が30万で買えるっていうのは、めちゃくちゃ安いなっていう風に思いました。自分がね、買った時は35万とかで、もっと高くあってもいいんちゃうかなっていう風に思ったぐらい、本当にエッシェンに助けられてたので、個人的にはそうですね、30万はめっちゃ安くて、おすすめにはなるかなという風に感じます。ペースも速いので、置いていかれるっていうこともないですし、しっかり足を伸ばして貫通もあまりしない、っていう風な選手で、ちょっと中盤の守備戦の、選手としては特におすすめにはなるかなという風に感じます。で、そして次は TOTW デブライネですね。デブライネ。90のデブライネ、値段的に47万で、買うことができます。この人も少し高いんですけど、同じ総合値の94のインターワールドカードが80万を超えてるっていう風な現状の中でいくと、この人は安いかなという風に感じますね。ウィンターワールドはね、フィジカルが99になってはいるんですけど、それでもその他は、全然そこに負けず劣らずっていう風な感じにはなるので、この人の一番のいいところはやっぱり特にシュートですかね。パスはもちろんめっちゃうまいしっていうような感じなんですけど、やっぱ一番強さ感じるっていう風のでいくとシュートを決めきる力かなっていう風に思います。本当にこの人のシュートはめちゃくちゃ決めれますし、両足どちらでもね、素晴らしいシュートを打てるっていうのは、非常にいいかなという風に感じます。この人もドリブル自体はそんなには軽くはないんですけど、ドリブルの数値、ドリブルの中のドリブルの数値が高いので、そんなにはあんまり重さ感じない選手にはなるかなっていう風に思います。ペースもね、そんなにあんまりこの人遅いなって思ったこともないですし、推進力があるので、ぐいぐい運んでいったりとか、守備もね、なぜかしっかり取ってくれたりする場面も、多いので、本当にCM 最高峰の、選手にはなるかなっていう風に感じます。で、そういうような選手が50万以内、47万で買えるっていうのは、ちょっとね、値段的にやっぱり高いかもしれないんですけど、そのね、価値って全然超えてきます。もっと値段の価値あってもいい。もっと、高くあってもいいっていう風に、こういうの使えば、思うかなっていう風に思うので、めちゃくちゃ、おすすめに、なってます。デブライネは結構おすすめですね。で、そして次はネイマールです。ネイマール、金のネイマール。値段的に38,000で、買うことができます。55で、金の選手ではあるんですけど、今でも十分戦えるような選手ですね、この人も。金ではありますし、若干の物足りなさだったりとか、理不尽感とかは、この人の全盛期とか、序盤、みたいな感じではあまり感じないかもしれないんですけど、それでも非常にやっぱり、この人特有の持ちやすさだったりとか、パスのうまさとかもありますし、本当金の選手ではないというか、金の選手とは思えないぐらいの強さっていうのはありますし、本当この人もね、4万っていうのが38,000かっていうのは非常に安いかなっていう風に感じます。ネイマールもね、何回か紹介をしてるような、選手にはなるので、本当にコスパのアタッカーの、選手としてはかなりおすすめにはなるかなという風に思います。ケミもね、組みやすいですし、ちょっと初心者の方、初心者の方にはね、もうずっとこの人を紹介をしてるんですけど、まだちょっと使ったことない方は、使ってみてほしいなというふうに思います。で、そして次はトロフィータイタンアイコン、クローゼですね、クローゼ。クローゼに関して値段的には9万で、買うことができます。この人はね、それこそトロフィータイタンのチーム1の中では、どうしても外れの、枠にはなってしまってるという風に思うんですけど、普通にやれます。普通に全然やれる。他がやっぱ強すぎるだけで、ちょっと霞んでしまう部分はあるんですけど、9万で買えるんだったら全然お得です。コスパだという風に、思います。もうちょっとね、下がってしまうかもしれないんですけど、それでもね、普通にね、いいです。クローゼ好きな人だったら全然使えるぐらいのレベルにはやっぱりなってますね。
で、ボディタイプもリーンっていう風なことで、そんなには重さ感じない。ですけど、やっぱ、細かいところでの、なんかボールタッチとかは、なんかこう、ぎこちなさあるので、そこは注意で、やっぱどうしてもこう、ドリブルで何かするっていう風なタイプの選手ではないんですけど、まあ、やっぱり普通に決定力高く、逆足も5なので、まあ、ほんとしっかり決めきってくれるような選手には生まれ変わってますね。で、自分のプレースタイル的にあんまり空中戦は使ってはないので、ちょっとそこの部分はあんまりわからないんですけど、まあ、それでもね、身長が184センチあって、ジャンプも94っていう風なことにはなるので、サイドバックとされれば、まあ、勝つ確率っていうのは高いのかなっていう風に、感じますね。パスとドリブルがあんまり、パスに関してもね、ちょっとこう、あまりラストパスとか出せるようなタイプではないので、ほんとパスとドリブルはちょっと注意をしながら、ほんとこうフィニッシャー的な役割で、使ってあげると、かなりこう価値っていうのは高まるんじゃないかなっていう風に思いますね。まあ、ロマンとか、そういうケミとか、そういう風のでも、まあ、9万に上乗せされてると思うので、まあ、非常にコスパ的には、まあ、9万、非常に安いかなっていう風には、感じますね。10万あっても、まあ、自分おかしくないかなって思うぐらい、まあ、使ってた感じ、思ったので、まあ、ちょっと今回、紹介をしました。で、そして、最後ですね、TOTW、オシム編です。オシム編、オシメンですかね。オシメンに関しては値段的に3万3000で、買うことができます。まあ、非常にこの人に関しても、まあ、なかなかドリブル自体はそんなにね、軽くなかったりとか、パスもそこまで上手くないっていう風な選手にはなります。まあ、ですけど、スピードがすごく速いです。スピードが速くてフィジカルもあるので、まあ、今作の仕様に合ってるような選手にはなるのかなという風に感じます。まあ、ここからね、パスが上手くなったりとか、もう少しドリブルが軽くなったり、すると、まあ、本当に最強クラスの選手にはなるのかなっていう風に感じます。まあ、スキルもね、3なので、まあ、本当にドリブルとか、この人で何かするっていう風なタイプ、できるような、タイプではなかなかないんですけど、まあ、だからこそ割り切れるという風に思います。裏抜けっていう風な部分でスピードを生かす。で、あとはシュートをしっかり決めきってはくれるので、まあ、フィニッシャーのところでシュートを決めきるっていう。まあ、結構こう、使い方が明確にはなれるかなっていう風には思うので、まあ、あとこの人もね、空中戦結構強いですね。185あって、ジャンプも96あるので、まあそういう風なところでこの人の特徴を、こう、しっかり、理解しながら、使えると、まあ3万2000円はめちゃくちゃ安いんでね、3万3000か。めちゃくちゃ安いんで、その価値っていうのは十分にあって、やっぱりコスパの選手、としてかなりおすすめかなという風に感じます。ちょっとケミは難しいですけど、使える方は使ってみてほしいなという風に感じます。でそして番外編ですね。番外編はムニエです。ムニエ。まあもう作ることできないんですけど、自分はやっぱり作っといてよかったなという風に感じますね。3万7000ぐらいで、まあ4万満たない、中で作った選手ではあるんですけど、まあアップグレードもされて、能力も上がりましたし、55にもなりましたし、まあ非常にこの人に関しては作っといてよかったなと。いう風に、感じるので、まあちょっとこう、ね、一緒に作った方、っていうのはちょっとナイスだろっていう風な、感じにはなって、まあめちゃくちゃコスパかなという風に感じます。まあっていう感じで、これがコスパ最高のベスト11になります。まあまたポジション別もやろうかなという風には思うので、まあ少しでも参考になれば嬉しいなという風に思います。それでは今回これで終わります。いいねだったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。